地震発生直後を想定した備蓄。あなたはできていますか？まず、地震を生き抜かないと、今ある備蓄、使えませんよ。この動画を見ることで、地震発生直後に生き残るためのヒントと、具体的に持っておくべき備蓄品について知ることができます。それでは、始めていきましょう。まずは過去の地震について見てみましょう。過去の地震から、地震発生直後に生き残れなかった人が、どうして亡くなってしまったのか、それを知ることで、次の地震に備えることができます。亡くなった方の犠牲を無駄にしないよう、感謝と哀悼を表すとともに、私たちがしっかり過去の悲劇から学びを得て、活用することで、未来へ生かしていきましょう。阪神淡路大震災、熊本大地震において、どちらも死因として一番多かったもの、それは家屋倒壊や家具による圧死です。全体の死因のうち、70% 程度を占めています。この 70% の中には、災害発生直後に家や家具によって亡くなられた方、そして避難中に亡くなられた方もいらっしゃるでしょう。皆さんはこの 70% の中に入らないよう対策が万全にできていると言えますか？地震発生時を想定してどの家具を固定するか考えられていますか？どんなものから頭を守り、どんな症状を防ぐためにヘルメットを選んでいますか？何を触る想定で手袋を選んでいますか？日本人のうち地震に備えている人が約6割とされています。おそらくこの動画を見ている人は、その中でも上位 5% には入っているでしょう。今日はそんな防災意識の高い皆さんと一緒に、まず地震を生き抜くために必要な備えを13種類見ていきます。もちろんこれで完璧というわけではありませんが、この13種類を持っているかどうかで生存率は大きく変わる可能性があります。それでは、地震を生き抜く備え13選、どんな時に必要になるか、なぜこの備えなのかも解説を入れながらご紹介していきます。また、今回ご紹介するものは動画説明欄にリンクを貼っておきますので、詳細が知りたい方や持っておきたい方は活用してください。では、ご紹介していきましょう。このチャンネルでは、幅広い知識と経験を持つ健康防災アドバイザーのいろはが、防災と健康をテーマに、信頼性が高く、実用的な情報を厳選してお届けしています。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。地震を生き抜く備え、13選。1、家具。家電の固定具。家が倒壊しなかったと想定すると、まず危ないのは、大きな家具家電が自分に直撃することです。それを避けるため、しっかりと固定しておきましょう。食器棚や冷蔵庫などの大物を固定するものとして、よく突っ張り棒タイプのものが紹介されますが、天井の梁の部分に突っ張り棒が当たるようにしないと、突っ張り棒が天井を突き抜けて家具が倒れてしまう、なんてことも考えられます。そのため、こちらをおすすめします。超強力両面テープとゴムバンドで壁と家具を固定します。家具は地震で揺れますが、ゴムが柔軟に衝撃を吸収するため、倒れることはありません。とはいえ、こんなゴムで大丈夫なのかと思う方も多いと思います。そこで今回は、こちらの不動王を製造されたフジラテックス様が行った実証実験の映像を見ていただきましょう。映像の使用許可をくださったフジラテックス様、ありがとうございます。それではご覧ください。このように、見た目は目立たないようにデザインされつつも、しっかりとした性能を併せ持っていることがわかります。よく似たものも多くありますが、震度7対応のものは少ないため、他のものを買う場合はよく確認しましょう。すべて固定するに越したことはありませんが、難しい場合は、寝室と自宅の中でよく過ごす場所の周囲にあるものを優先させましょう。固定し忘れやすいものとして、洗濯機が挙げられます。最近のものは大きいので、しっかり固定しておきましょう。危ないというのも理由ですが、洗濯機が壊れていると、停電や断水が解消されても、衣類を清潔にすることができず、感染症のリスクを高めたり、汚い、臭いことへの我慢を強いられて、かなりのストレスになってしまう恐れがあります。次に電子レンジやテレビなどの家電です。また震度7の映像などを
YouTube で検索してみてもらえればわかりますが、固定していない家電は凶器になります。必ず固定することをお勧めします。小さな家電を固定する際は、このようなゲルクッションを使用します。ここで要注意です。ゲルクッションは必ず震度7対応のものを選びましょう。少し値は張りますが、固定力が段違いです。自宅で100円のものと震度7対応のものを使い分けてみましたが、100円のものは固定力も弱く、薄いため、電子レンジのような重いものは1ヶ月程度でゲル自体に穴が開いてしまいました。家具固定は命を守るために最も大切な備えの一つですが、地震を生き抜いた後に家具や家電が壊れているかどうかで被災生活の困難さが大きく変わってきます。固定をしておけば、電気が通った後、冷蔵庫も電子レンジも洗濯機も使えます。地震発生直後にも、その後の被災生活にも役立ってくれるため、必ず家具や家電の固定はしておきましょう。2、寝室のガラス飛散対策。私たちは1日のおよそ3分の1を寝室で過ごします。言い換えれば、寝室で被災する可能性が 33% と最も高いということです。裸足にパジャマという極めて無防備な状態で地震が起き、ガラスが自分に飛び散ってきたら、寝室中がガラスの破片だらけになったら、まず怪我は免れないでしょう。そのため、このようなガラス飛散防止フィルムを貼って、窓ガラスで怪我をしないように対策をしておきましょう。家中の対策ができるとベストですが、最優先は寝室です。フィルム選びの際の注意点ですが、遮熱フィルムや断熱フィルムを複層ガラスや古い網入りガラスに貼ってしまうと、熱割れといって、熱で割れてしまう恐れがあります。ご自宅の窓の状態を考慮した上で、フィルム選びをしましょう。3、簡易消火器。最近のキッチン設備は地震を感知すると、火元が自動制御で消えるようになっているものが多いですが、火災にならないとは限りません。災害発生直後に断水してしまえば、鎮火が難しくなり、避難経路が制限される可能性があります。そのため、このような家庭用の消火器を備えておくことをお勧めします。ちょっと仰々しいものは嫌だなという方は、キッチン用の小型タイプのものもあるため、こちらを持っておきましょう。4、ヘルメット。ヘルメットに臨むことは2つです。1つ目は、落下物による直接的な怪我を防ぐこと。これは誰でも想像がつくと思います。しかし、もう一つあります。それは、落下物の衝撃によって脳が振動し動けなくなってしまうのを防ぐことです。落下物から身を守ったとしても、衝撃で脳震盪を起こして動けなくなってしまっては、その後の身の安全が確保できなくなります。クッションがどの程度脳震盪を防いでくれるかは定かではありませんが、クッション性のあるものを選ぶことをお勧めします。折りたたみのできるタイプなら、このレルキャップというヘルメットがおすすめです。私もこれを持っています。燃えにくいクッションでできており、普段は椅子のクッションのような形状をしているため、コンパクトです。使うときは、頭にズオッと被るだけです。顎紐もついているため脱げにくくなっています。一般的なヘルメットは、頭の大きさに合わせてサイズ調整が必要ですが、こちらはズボッと被ると、その人の頭の大きさに勝手にフィットしてくれるため、より迅速に被ることが可能です。試しに子供にも被せてみましたが、全く問題ありませんでした。私がこのヘルメットを選んだのは、クッションが非常に厚く、軽いからです。衝撃に強いのはもちろんですが、重たいとつい地震が収まっている時に外してしまい、いざという時に備えられないという状況を防ぐために、こちらを選びました。他にも、こちらのオサメットもおすすめです。レルキャップの樹脂バージョンみたいな商品です。レルキャップに比べるとクッションの厚さは減ってしまいますが、樹脂製で水に濡れても拭くことができ、クッション材も入っているため、衝撃を和らげることも可能です。また、折りたたんでいるときは薄さ 45mm と超コンパクトになるため、普段使わないときは収納場所に困りません。ちなみに、私が折りたたみのヘルメットをおすすめするのには理由があります。折りたたみできないヘルメットは比較的安価ですが、普段は圧倒的に邪魔になります。ヘルメットの形って上に物も置けないし、収納的には絶妙に邪魔になってしまいます。で、結局は生活に必要なものを身の回りに置いて、ヘルメットは押し入れなどに入れてしまい、必要な時にパッと取り出せなくなるという可能性が十分に考えられます。
実際にうちの実家はそんな感じで、両親は今ヘルメットがどこにしまってあるのか把握していませんでした。ヘルメットは日常生活では使いませんが、地震が起きたらいち早く身につけたいものです。そのため、収納に困らず、目につくところにしまっておける折りたたみのヘルメットをおすすめします。このように、ヘルメットは何でもいいというわけではありません。落下物から物理的に頭を守ると同時に、地震が起こった際にすぐかぶれる場所に置いておいても、邪魔にならないものを選び、地震が起こった時にちゃんと使えるようにしておきましょう。5、避難靴。避難靴はこのような安全靴をおすすめします。安全靴は普通の靴と違い、甲の部分に鉄板が入っていて、足に重いものが落ちても、怪我をしにくい構造になっています。また、靴底部分も強化されているため、釘や尖ったものを踏んでしまっても、突き抜けて怪我をしてしまいにくくなっています。もし被災生活を、足を大怪我した状態で過ごすとなると、逃げ遅れるのはもちろん、その後の活動にも影響します。ガラス対策のためのスリッパだけでなく、安全靴をしっかり用意しておきましょう。避難靴は寝室に置いておくことをおすすめします。家具固定、ガラス飛散対策がされた寝室で被災した場合、安全な場所から避難靴を履くことで、怪我のリスクを大きく減らすことができます。私は寝室の防災ボックスの上に、ヘルメットと一緒に保管しています。普段から履き慣れた靴で避難したいという方や、後半があると歩きにくいという方は、こちらのような踏み抜き防止インソールを使うのもありでしょう。ただし、アウトソールの後半はついていないため、足の怪我には十分注意してください。6、非常用ライト。夜間に被災すると、ほとんどの確率で停電します。暗い場所での避難行動は、ガラスを踏んでしまうなど、怪我の危険性を高めてしまいます。そのため、ライトは用意しておきましょう。特に非常灯は、地震が発生して収まった直後、手持ちのライトを取りに行く際に、周囲を照らしてくれるため、安全を確保する目的で必ず備えておきましょう。似たようなライトで、夜間自動点灯のライトがありますが、それは停電していると、使えなくなってしまうものもあるので、非常灯を選ぶ際は注意してください。他にも備えておいた方がいいおすすめライトについて、まとめた過去動画がありますので、よろしければご視聴ください。7、防塵手袋。避難行動時、倒れた家具や開かなくなったドアなど、いろいろなものを手でどかす場面があります。その時のために、軍手を備えている家庭は多くあると思いますが、最大限怪我をしにくくするなら、軍手より、防塵手袋がおすすめです。防塵手袋とは刃物を通さない、特殊な金属繊維などが使用されている手袋のことです。主に刃物を扱う作業をする人用に作られたものですが、何を触るかわからない災害時にこそ、もってこいの手袋です。災害時の怪我は治療が遅れたり、不衛生な環境によって感染リスクを高めてしまうため、可能な限り防ぎたいところです。理由があって普通の軍手を選んでいるのでなければ、手袋は防塵のものをおすすめします。8、ホイッスル。地震発生時、どんなに備えていても、閉じ込められてしまうことは十分あり得ます。閉じ込められた場合、助けを呼ぶことが最優先事項になります。声を出すには体力が思った以上に必要であり、もし何かに圧迫されていたら大きな声も出せません。その時のためにホイッスルを用意しておきましょう。ホイッスルには樹脂製のものもありますが、地震の衝撃で壊れてしまっては、使えなくなってしまうため、アルミなど金属製のものを選ぶことをお勧めします。常に持ち歩ければいいですが、なかなかそういうわけにもいきません。そのため、ホイッスルは非常持ち出し袋の中の他に、車の中や自宅の中で閉じ込めリスクがありそうなところに複数設置しておくことをお勧めします。9、ラジオ。地震発生直後、インターネット関連のインフラ損壊や混戦により、スマートフォンでの情報収集ができなくなる可能性があります。災害発生直後は、地震に付随する津波や火災などの情報が1秒でも早く必要です。そのため、ラジオは必ず持っておきましょう。ラジオは災害発生時に確実に使えるように、いろいろな充電方式が選択できるものを選ぶことをお勧めします。スマホなどを充電するには、頼りない手回し充電機能ですが、ラジオであれば、1分の手回しで数分聞くことができます。少しでも電力を温存したい災害時において、手回し発電でラジオを聞けるようにしておくのは、心理的にも良いかもしれません。10、
モバイルバッテリー。地震発生直後は、スマホでネットが使えなくなるとお伝えしましたが、それでもスマホは必要です。ネットが使える場合は、情報収集のために必要になりますし、ネットが使えない場合でも、災害伝言ダイヤル、災害発生時に使えるようになる LINE の安否確認など、使い道はあります。他にも、ライトや音を鳴らすなどの避難行動に役立つツールもあるため、スマホのバッテリーは十分あるに越したことはありません。モバイルバッテリーはつい充電し忘れることが多いため、普段は充電コードとして使用することができ、非常時はコンセントから引っこ抜けば、満充電のモバイルバッテリーとしても使用できる、こちらをおすすめします。アンカーの 5000mAh の超小型バッテリーです。あくまでの緊急時用のバッテリーであるため、よりコンパクトなものを選んでいますが、5000mAh では全く足りません。大地震後は高い確率で停電が発生し、復旧までに1週間から2週間程度を要します。2週間、ライトやスマホの充電を持たせようとすると、電力はおよそ15万mAh必要になります。電力の備え方や、バッテリーを使ってコスパよく備える方法は、過去動画にて解説していますので、よろしければご覧ください。11、登山用リュック。非常持ち出し袋として、未だに巾着のようなものを使っているうちの両親のような人は、そもそも、この動画を見ていないと思いますが、もし巾着や普通のリュックを使っているなら、買い替えをお勧めします。災害時の緊急避難は、人生の中で最も危険で、最も迅速に動く必要のある時間といっても、過言ではありません。そんな出来事に備えるなら、リュックは最も動きやすいものである必要があります。一度ご自身が非常持ち出し袋として用意したカバンやリュックを持って走ってみてください。もし少しでも走りにくさを感じたなら、その入れ物は好ましくありません。登山リュックは背負うベルトとは別に、動く際に安定するよう胸と腰にベルトがついています。私も山を登るのでよくわかるのですが、これがあるかないかで動きやすさが全く変わります。登山初心者の時に、どっちのベルトもついていない普通の登山用でも、何でもないリュックで立山に登ったのですが、それはもう地獄でした。ずれるし体はリュックの重みで振られるし、悲惨でした。普通のリュックで緊急避難なんて無謀好きです。一応リンクにおすすめを載せておきますが、普通のリュックで備えていらっしゃる方は、一度実際にアウトドアショップに行って、いろいろと背負ってみることをおすすめします。同じようなものに見えても、結構背負い心地が変わりますし、体型によっても合う、合わないがあります。リュックを買ったら防災体質作りのために、登山も始めちゃいましょう。登山は、健康増進のための体力づくりにも役立ちますし、森の中を歩けば、木々から出るビトンチッドという化学物質が、心と体の健康に一役買ってくれます。また、山頂にたどり着いた後、雄大な景色を見ながら飲むホットコーヒーは、最高にたまらんのです。下山した後は近くの温泉に入れば、もう登山の虜になること間違いなしです。ぜひ登山リュックを買ったら、山に挑んでみてください。12、ハザードマップ。ハザードマップは、国が作成した災害発生時に起こり得る洪水や津波、地盤の液状化リスクなどについてまとめられた地図のことです。住んでいる地域の様々なリスクが把握できるだけでなく、それぞれの災害に対応した避難所の場所も知ることができます。ハザードマップポータルサイトは、自分の住んでいるエリアを入力するだけで、ハザードマップにアクセスすることができます。住んでいる地域にどんな災害リスクがあるのかを知っておくと、対策もしやすくなり、避難行動にも無駄がなくなります。ハザードマップは印刷しておくことをお勧めします。そしてそのマップに避難経路などを書き込んで、非常持ち出し袋に入れておき、地震発生時に確認できるようにしておきましょう。ハザードマップポータルサイトのリンクは概要欄に貼っておきます。使い方も動画でまとめられているため、きっと誰でも活用できると思います。13、地震に強い土地といえ、ここまで来るとも子もないと思う方もいらっしゃると思いますが、これこそ最強の防災です。洪水もせず、津波も来ず、揺れにくい土地というのは存在します。そこに、耐震東急さんの自家発電のできる家を建てておけば、おおむね何があっても生活が破綻することはないでしょう。とはいえ、それは理想の話で、そういった土地に住むには例外なくお金がかかります。ですが、もし今の家が賃貸だったり、新しく土地を探している場合は、利便性や価格と一緒にハザードマップを見て、災害リスクについても考慮してみてください。
もしかしたら少しのコストの差で、液状化や津波などのリスクを減らせるかもしれません。逆にリスクの高いところに住んでいる方は、それを認識して可能な限り対策をしましょう。自治体によっては地盤改良や耐震リフォームに補助金を出しているところもあります。何もしないより備えておいた方が、災害時の被害を減らすことができます。概要欄に各都道府県の耐震関連の補助金の実施状況についてまとめたページを載せておきますので、ぜひ調べてみてください。今日は地震発生直後を生き抜くための備えについてご紹介しました。これらの備えは基本中の基本であるため、紹介したものさえ備えておけば完璧というわけではありません。ここからさらに考えを深めて、それぞれ必要なものを備えることこそ大切です。まだ間に合います。ただ恐れるのではなく、地震や災害としっかり向き合い、必要な対策を淡々と行っていきましょう。健康防災を実践する上で大切なのは、不安に振り回されることなく、冷静さを保ち、合理的に考えて備えることです。健康防災に関する知識は、これからも私がわかりやすく発信していきます。しかし、知っているだけでは身を守ることができません。必要だと思ったものは、しっかり備えるところまでやりきりましょう。迷うことがあればコメント欄やインスタのメッセージで相談していただいても構いません。ノウハウコレクターで終わらないよう、しっかり行動していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。また、今回の動画を見て、生き残るための備えについて、他に必要なものを思いついた方は、ぜひコメントで教えてください。参考にさせていただきます。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。